久しぶりね。三日坊主な人間です。とにかく三日坊主で困っています。いい年齢をしていまだに三日坊主の自分に困っています。昔からすぐにいろんなことに興味を持ち、若い頃は比較的すぐに行動に移したのですが、いずれも長続きせず、年を取ってからもよし、韓国語をやろう、英語をやろう、健康のためにワーキングをやろう、日記をつけようと、特に年少は心新たに目標を立てるのですが、大体1月中に気づくともやっていないという状況に日記はまさに最たるもので、数日、数週間で終わってる日記帳が痛い我が家に何十冊あることやら、皆さんは目標のための行動を持続継続するのにどんなふうに工夫をされていますか？いいアドバイスがあればぜひ教えてほしいです。でも唯一くんちゃんの推し活だけは継続してるんだけど、これは努力することではなく楽しいことなので当然ですね。三日坊主なことって自分が三日坊主なこと的な人間だと思ってる人いますか？はい、結構いますよね。じゃあプッタウサギさん、今見てたんでしょ？あなただけじゃないんですよ。みんな同じ人間だし、同じ三日坊主なことになれないように頑張ってるんですよ。だから寂しくないで、そして今まで成功したことがないだと聞いてたけど、もしプッタウサギさん今どこにいますか？どこですか？違う、ちょっとマイクお願いします。立ってもいいよ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい。三日坊主なことって、はい。今年の目標がありましたか？今年の目標日記。日記。日記。はい。はい。それでしたか？はい。で、まだ多分1日しか書いてない。ちょっと一日はやばくない？いや、小学生の時には一生ぐらいはするじゃん。そうなんですけど。一回ですか？一日だったんですか2月に確か2月1日だっけ。1月じゃなく2月？はい。じゃあ内容はここ言っていいのかな。トキラブのファンミはいはいはい。トキラブのファンミで初めて1階席に行けた。2階席。1階席の一番後ろの方の席はいで初めてキャノンテープ取れるかと思ってドキドキしてたんですけど、今年に限ってキャノンテープ飛びませんでした。それは日記じゃなくてデスノートじゃないですか？ドキラブ最悪みたいな感じで。そうです、最悪と。はいはいはい。でその後はもう日記はないんだって。なかったですか？書きます。今日のことは書きます。じゃあそれでは今年2回目の日記。2回目の日記。僕が話したいのは、始めようって始めてから結局完璧な人間はなれないんですよ。だからゆっくりゆっくり習慣を作ってゆっくりしても大丈夫から、普段感を感じられないのが一番大事じゃないのかなと思ってますよ。で自分の欲求では、早めに完璧な人間になりたい、なんとか素敵なこういうことをやってる人になりたいということより、自分自身に正直な人間になって、自分が絶対これを良くしたいということでは絶対するんじゃないですか。今してるんでしょ？ぐんちゃんのイベントだって。じゃあ3回目の内容では4月の
チャングソクのライブでの内容で、当たれば。で、その後にも6月とか5月にとか7月とか8月とか9月とかなんとかあると、それも日記になれるんですよね。いっぱい今年は書けます。ありがとうございます。じゃあそれなら今年の1年に終わる時、できれば内緒で私にその1年の日記を見せてください。それを私がチェックしてスタンプあげるから。そうだったら来年からはもともと頑張るかもしれないじゃん。そうです。頑張ります。待ってます。皆さん大きな拍手してください。ありがとうございました。じゃあアイリー23の手紙なんだけど、実は私旦那様と離婚します。30年一緒にいたので19年離婚ですね。仕事も生活も全て変わりそうです。そんな人生の転換期が訪れたのですが、私にとっては人生最大の転換期で不安もいっぱいです。今までくんちゃんのおかげでいろんなことにチャレンジできるようになったので、これからも大丈夫だよって応援してほしいです。皆さんはどうやって乗り越えるのかな。プライベートでの手紙なんで手を挙げてなくてもいいんですけど、多分私と話したいだったら手を挙げてください。いますか？いや、恥ずかしいなら手を振ってな。マジ？アイリン23さん？話したいことって、僕がアイリンさんに話したいことは2つのメッセージがありますけど、最初はお疲れ様でした。ありがとうございます。30年だってめちゃくちゃ長い時間でしょ。その長い時間まで我慢することも結構あったし、結婚しても悲しい瞬間も寂しい瞬間も、そういういろんな感情があるんだと思うんだけど、それを我慢してて結局30年までよく来ててお疲れ様でした。そしてあと2つ目は、その離婚という選択をするために結構悩んでたんでしょ。その悩みながら自分自身を信じてくれてお疲れ様でした。新しい始めるじゃないですか。これからも未来は見えないし、どうになるのか全然わかんないし、でも、僕が大阪で言ったのが、例えばね、有名な大学に入ってなくても人生は潰れないということ、そして、お金なくてそのままで子供ちゃんが生まれても人生は潰れない、そういう意味。いつでも自分の人生は潰れないんですよ。だから今からの新しい人生を私が応援しますから、ぜひ頑張ってください。もうちょっと応援するために皆さんには失礼かもしれないんですけど、一回ハグしてもいいですか？お疲れ様です。私が応援します。ちゃんとできますよ。逆に私に話したいこととかありますか？私と結婚してくださいとか。私と結婚してください。いや、ダメ。本当に応援しますよ。ありがとうございます。おめでとうなんだかわかんないけど。いや、昔ね、私も早めに結婚したかったんですよ。なぜなら早めに結婚すると早めに離婚できるじゃん。本当。私20歳の時に「楽しい人生」という映画を見ると、そのセリフがあるよ。お前も早めに結婚して、そうすると早めに離婚するから。哲学があるんだと思った。で今に20年ぐらいかかってたけど、今に考えてもなるほど、そういう意味があったなと思ってたら、もう離婚するのも恥ずかしいことじゃないし、新しく人生が始めるんだと思ってたらシンプルだし、もう
子供もそのぐらいだったら十分に卒業して自分の人生もあるし、だから、前にも言ったのもそうだったけど、自分自身をもっと大切に、そして自分の存在を十分に好きにしてくださいことなんです。じゃあそれはくんちゃんに優しい職場約12年前、うなぎほやほやで熱心に空港をお出迎えにいた時のこと、イベント当日着はないと思い、2日前から空港に通うも現れず、絶望した私はその場でくんちゃんが来なかったと職場に電話。少し待たされた後、シフト代わってくれる人見つかったよ、明日も頑張ってと3日目に無事にお出迎えすることができました。今もマグカップにカレンダー、ファイルにボールペンなどくんちゃんに囲まれ癒されながら仕事しています。実は部署のトップももっとうなぎ、日本一チャン・グンソクに優しい職場かも。どうでしょうか。出身があるまんまように自分のうなぎカツを発表するのもかっこいいんじゃない？そうですね、羨ましいです。どうすればいいんですか、こんな状況では。まあ基本に仕事するときに音楽とかプレイしてもいいでしょ。いや、ちっちゃくに。はいし。じゃあみんな携帯を持ってるんでしょ。ちょっとあっちのモニターを撮ってください。今4K の方がいいかも、動画で。これはね、熱子さんのためですけど、もしかして同じ状況のうなぎがいるかもしれないから、これは絶対撮って共有してください。じゃあこっちをどっち見るの方がいい？あっちか。じゃああっちでしょ。じゃあこっちでしょ。映画撮ってね、みんな。今から 4K の映画撮って。こんにちは、チャン・クンソクです。僕のファンの方が僕に会いに来たいと言ってるので、今日ちょっと休んでもいいですか？先にお礼を言っておきますので、ありがとうございます。以上です。ありがとうございます。もう撮影やめてください。やめよう。どうですか、これを編集してスタッフの方に見せて、それで4月に会いましょう。こんにちは。すいません、先ほどの方とちょっと似てはいないけど、娘がいるんですけど。何歳ですか30。可愛いですか？可愛いですよ。結婚しましたか？したんですけど帰ってきちゃったんですね。私が応援します。はい、結構新鮮な頃に帰ってきたんで、ぐんちゃんが息子になったら嬉しいかなって息子に私が？私の彼氏はちょっと贅沢なんで、はい、娘の彼氏？彼氏でもいいです。はい、はい。30何歳ですか？4月で2になります。32ですか？はい。ちょうどいいと思うんですよ。すごく気になるんですけど、はい、娘さんはもしお母さんと似てますか？父親にです。
小さい時からお父さんにお母さんに似てるねって言われるとすっごく嫌な顔されました。仕事を今してるんですか、娘は？帰ってきてとりあえずアルバイトはしてそうなんですか。だから自由は聞きますよ。じゃあ、お名前は何でしょうか？お母さんの。タマです。タマさん。はい。よーし、スタッフ。タマさんの娘のために4月のライブチケット2枚お願いわ。でも条件がありますよ。娘と全員来てください。はい。そして確認してください。はい。お母さんと似てないこと。じゃあどっちがラッキーかわかんないんだけど。じゃあ4月に会いましょうね。娘と全員。はい、楽しみにしてます。運命が決定かもしれませんよね。はいはい。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、私はもうそろそろ私8月から40歳になるから機会はあります。皆さんの娘も自分自身は機会がなくても娘はチャンスがあります。ぜひ頑張ってください。